良い旅路を。こんばんは、星のシャナです。今回は、ソロジャーナルを遊んでみようかなと思います。ソロジャーナルってご存知ですか？私もそんなに詳しいわけじゃないんですけど、何回かやったこと自体はあって、なんて言うんだろうな、その場で即席で物語を創作していくみたいな部類のゲーム、ゲームなのかな？ゲームなんですけど、そのシナリオというものがありまして、それに従って決められた要所要所でトランプ引いたりダイス振ったりしてイベントを決めていくみたいな。そう、決まったイベントに対して解釈とか、その自分が考えた人物がどう行動するかを記録して進めて、最終的に物語を一つ作るっていうゲームなんですけど、私普段一応小説書いたりしてるので、文字で書くこと多かったんですけど、たまにはこういう風に喋ってやってみるのもいいかなと思って、ちょっとこんな形式でやってみようかなと思います。で、今回お借りするシナリオが良い旅路をというものですね。早速始めていきましょう。導入。ふと気がつくと、あなたはアンティークな趣のある広大な駅の雑踏の中に立っていた。ほんのりと熱気のある空気、行き交う人々。窓から差す光は夜明けか夕暮れか区別がつかない。使い込まれてくすんだ電光案内板がぼんやりと灯る。目に見える範囲ではすべて発着ホームのようだ。遠くで汽笛が鳴り響いた。ということで、旅に出る話らしいです。では物語の始まりということで、あなたはなぜここにいるのでしょうか？こちら決めていきます。1D10 かな。よし、振っていくよ。よいしょ。1。この世からあの世へ向かうために死んでるわ。私死んでるらしいです。次。あなたの手荷物はありますか？ある程度の金額が入った財布と電波の入らないスマホは持っているものとします。なるほど。それ以外に何を持ってるかって話ですね。せいや。9。9はハンドバッグ。ハンドバッグか。じゃあ荷物まとめたいタイプだったのかもね。私死んでるんですけど。本当に旅に行く気で死んじゃったのかもな。じゃあハンドバッグにお財布とスマホが入ってるんだ。ポケットや懐を探ってみます。何が入っていましたか？じゃあこれも 1D10 を振ってみよう。よいしょ。また1だ。1、手紙。誰からの手紙？どうなんだろうね。これ現実の私としてないからあれだけどさ、郵便屋さん的な、架空の郵便屋さん的な仕事してた可能性ある。ハンドバッグにね、手紙とスマホと財布突っ込んで、仕事中に死んだのかもしれない。先ほど見つけたものは主に何色ですか？これ大事かも。だって手紙の封筒の色って結構大事よな。せいや。4、緑系。シックでおしゃれだな。やっぱ手紙届けてたんちゃう？ね、そんな気がするわ。先ほど見つけたものにはどんな衣装がありますか？衣装ね、おしゃれな言い方。5番、惑星や星など。めちゃめちゃかっこよくない？だって緑の封筒でさ、惑星や星などの衣装があるんだぜ。超高い封筒を使ってそう。あなたの所持品が大体把握できたところで時刻表を確かめてみましょう。とはいえ、ここは不思議めいた駅。路線図も時刻表も我々が知るものとは異なるようです。それでもあなたは直感に従って自分が向かうべきホームを見つけられることでしょう。あなたが乗るのはどんな路線ですか？いや、これ大事だよ。ネーミングセンスがね、ちょっと面白いから大事だよ。10番。ロストレイル忘却線。忘れてる。めちゃめちゃ忘れてるよ。記憶喪失もいいところだな。あなたが向かうホームは何番線ですか？ 1D10 番線。8番線だ。8って聞くとさ、8番出口を思い出すよね。私まだ映画見てないんだよな。あなたは乗車場所をきちんと見つけることができたようです。ではこの列車はいつ出るのでしょうか？耳を澄ませるとこんな案内が聞こえてきました。時刻を決めていきますよ。2D10 ね。2と8、10、10時で 1D100 を振りますよ。49、10時49。次の列車は10時49分に当駅に参ります。結構昼間だね。思ったより昼間。
駅の巨大な壁時計を見やると、しばらくゆっくりできる時間はありそうです。どこか移動するならコインロッカーに一旦荷物を預けることもできます。ただし駅から出ることはできません。そういえば財布にはいくら入っていましたか？ここらでちょっと確認しておきましょうか。怖いな。財布を開けてみると、見たことのないデザインのコインと紙幣がそれぞれ少量ずつ入っています。めっちゃいい世界じゃん。具体的な換金レートはわかりませんが、駅構内で利用するには十分な額でしょう。どうしますか？どうしよう、何しよう。じゃあとりあえず 1D10 振ってみるか。よいしょ。7番。駅構内を探索してみる。あ、そうね、確かに。いや、駅で待つのって結構悩むよね。大学の時とかはそれこそホームで待ってる時は、スマホいじる以外に、文学部だったんでめちゃめちゃ小説を授業のために読まなきゃいけなくって、待ってる間に本読むとかあったけど、最近はもっぱらスマホですね。もしくは駅構内を探索するタイプも結構ある。ホームに降りちゃって暇な時とかわざわざ戻ったりするもんね。で、なんか駅にさ、よくわかんないチラシとかいっぱい置いてあったりするじゃん。あとポスター見たりとか。なんかこんな祭りやってんだって掲示板見るのとかね、結構楽しくてやっちゃうんですよね。ちなみに、コインロッカーを使用するならば空きがいいところにありました。扱い方は我々の世界と同じようです。便利。売店やレストラン、自販機では我々の世界でおなじみのものを取り扱っています。設備は近未来だったり、あるいはレトロだったりするかもしれません。価格はどれも安価です。なんか勝手にレトロ風のイメージしてたな。なんかちょっと古い、機関車トーマスみたいなさ、伝わる？屋根がああなってるやつ。あと、ハリーポッターとかもそうなのかな？私あんま見てないからあれだけど、なんかそういうちょっとおしゃな、レトロっぽい感じの駅を想像してたわ。乗客や駅員と話すならば、他愛のない会話ができるでしょう。あなたと同じように、この駅から立つ時間を待っている人たちがほとんどです。自分はどこそこへ行くのだとか、次に来る列車は何々線何番線だとか、どこどこの景色が良かっただとか、もし次の機会があったのなら行ってみたいと思うような話が聞けることでしょう。そうね。でも駅のホームで人と話すのって結構勇気いらない？私話せないと思うわ。いや、話しかけられたら喋るんだけど、その観光地でもない場所で自分から話しかけるのはね、ちょっと無理だと思うわ。いやでも、なんやかんや話しかけられがちな気がするんですよね、個人的には。なんか、電車とか乗ってると、それこそ、これって〇〇駅止まりますかとかめちゃめちゃ聞かれるんだよね。でも私土地勘ないし方向音痴だからさ、全然役に立たなくって、だいたい、一応調べてみますね、みたいな感じでスマホ出しちゃうのがすごい申し訳ないなと思うんだけど。人と話すの、でも思い出だよね。旅に、人との出会いはやっぱつきものというか、私もやっぱり旅行行った時結局ね、人と話したことが一番楽しいなって覚えてたりするから。いやでもこの私もう死んでるんだよね。そう。もうこの世からあの世に向かうための列車を待っておりますからね。でもハンドバッグ、いやさっきさ、なんか郵便屋さんみたいな話したけど、なんかやっぱちょっと違うかね。なんか手紙書いてたのかもしれない。私結構便箋使うんですよ。月締めで手紙というか、報告書的な書いてまして。そう、だからね、結構星が書いてある便箋を集めてるから、なんかめっちゃリアルな私っぽいと思っちゃった。でも星系でね、シックな緑、シックとは書いてないけど、緑系の封筒ね、まだないんですよね。あったら運命かもしれない。ちょっと買いたいな。ロストレイル忘却船を待ってるんだもんね。じゃあもうすでに記憶はあんまりないけど、これからさらに失っていくということなんかそんな気がするな。寂しい。なんかその辺のおばあさんの隣に静かに座ってたいな。話そうとは言わないからさ。なんか、駅の構内探索して、よくわかんない新聞とか読んで、いやでも時間が余っちゃって、でなんか、同じように、あの世行きを待ってる人の隣で静かに座って過ごすのが一番エモくて良くないと思いました。そうこうしているうちに間もなく出発の時間が迫ります。忘れ物はありませんか？忘れ物ないかな？いや、私スマホ大事なものよく忘れがちだからね、家の鍵とかスマホとか忘れそうになっちゃうんだよね。スマホちゃんと入れといてるといいな。ホームには人はまばらで、乗降口に数人が並んでいます。どうやらここから乗るようです。列に並ぶと目的の列車が滑り込んできました。
どんな見た目の列車でしょうか？なんだっけ、ロストレイル忘却線ロストレイル忘却線の見た目を決めます。10番。リニアモーターカーのような列車。なんか違う。レトロじゃない。リニアモーターカーね。最新式じゃん。びっくりしたんだけど。めちゃめちゃ快適にあのように連れてってくれるってこと。列車が停止すると車掌が降りてきました。先に並んでいた人々が一人また一人乗り込むとあなたの番がやってきます。切符を拝見いたします。そういえば切符を買っていませんでした。買ってないんかい。けれど券売機なんてものも、なかったように思います。あなたは慌てたり焦ったりしてしまうかもしれません。めっちゃわたわたすると思う。すいません、帰りって言って多分ね、半分ぐらい列を出かけるよね、多分。けれど、車掌はよくあることかのように、あなたに優しく話しかけます。まず、片方の手のひらを上にしてください。それからあなたの行き先を思い浮かべてください。あの世行きの切符が。悲しい。言われた通りにすると、あなたの手のひらに切符が現れました。車掌はそれに、これハサミかな？合ってる？漢字が読めないかも。を入れてあなたに返します。どうぞ、良き旅しよう。あなたがこの列車の最後の乗客なのでしょう。もう後ろいなかったわ。最後尾でわたわたしてるだけだった。一礼をしてその場を離れていきます。こうして無事乗車できたあなたは座る場所を探します。窓際、通路に近い方、最前列、最後列。席は空いています。お好きなところにお座りください。どこがいいかな？でも窓際好きなんだよね。やっぱ景色見たいじゃん。そう。でもね、隣に人来るの結構気になるからね、二席空いてるというか、ところがなかったら諦めちゃうかも。でも窓際行きたいな。景色どうなってんだろうね。なんか最初夕暮れみたいな、みたいな話だったけどさ、出発時刻的にはもう全然昼前なわけじゃん。言うて朝。でも10時49分は朝ではないか。でも結構明るいけどさ、でもおかしいよね。あの世行きの列車がリニアモーターカーなんだもんね。どんな景色なんだろう。銀河鉄道みたいな超綺麗な夜景とかであってほしいけど。この列車は間もなく発車いたします。途中停車駅は、駅。終点は、駅。分に到着予定です。当交通機関は、乗客の皆様の道中のご安全と幸運をお祈りしています。それでは良い旅しよう。そんなアナウンスを聞き届けると、ガタンという音とともに列車は動き出します。駅構内の線路はある程度長く、トンネルのような出口は濃い霧に包まれているようです。出口の霧に差し掛かろうとするところで、あなたの意識は吸入する始めます。抗いがたい強い眠気とも言えるでしょう。外の景色じゃ見れないんだ。残念だ。あなたは意識を手放しました。これにて、このソロジャーナルでの物語はおしまいです。ここから先の物語、その旅路はまた別のお話です。一つだけ確かなことは、あなたは無事目的地に降り立つことができました。ということらしいです。出発しちゃった。あの世に旅立ってしまいました、この私は。でも緑色の封筒マジで何なんだろうな。でもさ、この知らない土地にいる中で、その手紙を見る余裕は私にはないと思う。絶対ね、駅の中を探索する方が大事だと思うから、なんかある意味出目が良かったな。すごい納得感はある。はい。というわけで、良い旅路をというシナリオを、遊んでみました。ソロジャーナル初めてなんだけど、こういう形式ってありなのかな？ね、なんかたまにはこういう風に気軽に、ちゃんと形式として整えなくても、物語をちょっと想像するだけで楽しいよみたいな気軽な遊び方があってもいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、ソロジャーナル RPG、良い旅路を遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。